前回は余剰電力で頭が痛い展開だった。どうしても精錬装置の経路が電力が余るのよね。あれは仕方ないとこもあるんだが、そうも言ってられない。自動化で有効活用したいわね。そして嬉しいことにロドリゲスがバランスを獲得してくれた。これはでかいわ。何しろ調整の手間なく水素をほぼ無限に手に入れたからな。皆さんに申し訳ないわね。この展開は、普通はここまで水が余らないからな。そして動物の振る舞いをアニメで確認もしたっけね。思いのほか、追加されててビビる。開発サイドにはあまり無理をしてほしくないとこね。体調を崩されても叶わんからな。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回は細々した作業からのスタートです。表層付近の精錬金属の回収を頼んでみる。これはロドリゲスの自動化に使うはずだった資源ね。結局、穴を開けるだけでバランスが取れたから無意味だった。ハイドラ姉さんはどうすんのさ？今、見えてる空間にデザインしてみようかと。で、酸素はボイしつつオキシライトにする感じ？多分そうなると思うんだけど、まだ3度で仮組みしてないんだよな。手元のメモによると石油エンジンで使うみたい。酸化剤らしいな。燃焼促進用か。現実のロケットエンジンもこの仕組みだったわね。そのはず。対してジェットエンジンは酸化剤を周辺の酸素に依存するから。あまり高度を上げすぎるとエンジンが停止する、と。実際に旅客用のジャンボジェットとかよく飛んでるよな。あれでエンジンが止まったりしないのかしらね？ちょっとググってみた。止まることもあるみたい。確か飛行機ってベルヌーイの定理高で飛んでたわよね。地下鉄なんかで車列が通過すると体が引っ張られるやつな。あれで減速、飛んでるからエンジンが止まってもまあ再起動の余裕はあるっぽい。むしろ急気候に鳥が飛び込むバードストライクの方が怖そうだ。そういう怖い話がないから、オキシ世界は平和ね。対策しようもないしな。火星バイオームの壊滅もじっくりと進行中ね。移動チューブ引っ張りたいってのは相当、以前から言ってるんだけど。確か電力の確保ができたんじゃなかった？できてる。トイレの左の空間にほぼ負荷のない配電網が来てる。じゃああとは引っ張るだけか。一応、ルートも用意してあるからできなくもないけども。ここの塩素間欠線を開封するのはその後かしらね。パフ先生に漂白石にしてもらうけど、優先度は低いな。さて、ここで早くも今回の話の要点になります。皆さんのご意見がいただけると嬉しいです。要点というのは他でもない、ロケットの打ち上げについてなのですが、周辺にサポート施設群、太陽光発電、宇宙スキャナーなんかを設置したいのですが、どうやらロケット発射台の下方向に3200度の加熱がなされるそうで、この熱も活用しつつ、と考えてるのですが、基本的に場所としては今、映している空間、グラビタス受付の右を予定しています。ロケットって複数台の維持もあり得るみたいなので、余裕も取りたいのですが、どこにどうデザインしたもんだか、決めかねてます。下手打てないし、3度で試した際に、受付の左右にそれぞれ施設を伸ばしたら手間だけかかりまして。配電網がすげえことになったっけね。あの悪夢はもう嫌だ。配電については後で考察を挟みます。しかし合ってるかなこのデザイン。今回ばかりはとにかくやってみるってわけにはいかないからね。作業量的にも、打ち上げ台の排熱も頭が痛い。現実だと発射台の下に水なんかを注水してたわよね。昔の知識だけどそのはず。あれは蒸気化してそのまま空冷ってことで良いのかしらね。わからんが、同じ手が通用するかもわからん。仮に注水式にするなら熱量に応じた水量で蒸気化させて、そのまま宇宙へぽい？気体タンクに貯蔵して蒸気エンジンのご飯にしても良いと思うけど、ともかく実験あるのみな気がする。ご意見を頂戴しても理解できなければ同じことだしな。ご意見ありましたらどうぞコメントお願いいたします。ちなみにカンニングは最低限しかしてないです。あとは熱問題ね。これは3度で思い知ったわ。とにかく何もかもが熱で壊れるからな。本格的な冷却システムが必須だ。普通に考えれば液体クーラーだけれども、水だと効率悪い気がするんだよな。そこで今、考えてるのが気体クーラーを液体クーラーで冷やすという二段構えの冷却です。思いついただけで何一つ試してないのですが。あれ？エンジンの排熱の3200度ってうちで耐えられるタイルあったっけ？断熱タイルがおよそ熱量の100分の1を受け取るから、32度になんのかな。そのタイルを冷やせば良いことになる？マイナス3200度を叩き込む計算になるぞ。頭が痛い。何度も言うけど大学の課題だろこれ。宇宙からの打ち上げだから相当にぬるいはずなんだけどね。素人にやらせてるんだからぬるくて良いだろ。地下から打ち上げたら面白いかも。ネタ動画だ。次はスキルホルダーについてです。調べた結果、ジェットパックに興味があるのはエリー&マリーの二人でした。新しいアイドルユニットでも始めるつもりか。良いわねそれ。AI 先生に書いてもらいましょう。インスタントで良ければ。美化しすぎじゃない？架空のアイドルならこんなもんじゃないかね。よし、後で何かを歌わせよう。変なスイッチが入ったみたい。しかしどっかでスキル獲得させないとダメね。そうなんだけど、今でも結構、マルチタレントになってるから怖いんだよな。あれもこれも一人に集中すると効率は悪いでしょうね。作業優先度で調整すれば良いんだろうけど、ここまで触ってない項目だからな。正直、マックス隊員あたりはもういっぱいいっぱいね。皇室採掘に異様に農家に畜産だからな。あれ、全隊員がスキル少ないね。ほんとだ。メカトロと花火しかない。
彼に無理やりジェットパックやらロケットやらつけても良いのでは？大丈夫かな？そんな乱暴なことして。女性二人にはしておけないでしょうよ。それは確かにそうなんだけどな。次は研究ツリーね。こっちもロケット周りは手つかずだ。水がタプタプなんだし、やっておいても良いかも。当面の目標は蒸気エンジンまでか。他に終わらせられる経路があったらやっておきたいとこね。モニュメントとか芸術関係はやっておいて良さそう。追加されたモーの資源周りは後で良いでしょう。研究ツリーって埋まったら何かボーナスあるんかね？そういう話は聞いたことがないな。あるとしたら実績解除くらいかね。まあそんなところでしょうよ。ジェットパックの研究をしつつ、どこにドックをつけるかも検討しないとな。今回はノーマルスーツの着脱からのジェットパックになりそうね。ノーマルスーツってガンダムみたい。なんだか居住区が息苦しそう。あれ、酸素を恋しすぎたな。二酸化炭素の始末もしないと。設置していた炭素スキマーは停止したんだっけ？そのはず。スリックスターがお腹減らしてたから。今、見るとスリックスターの注射はダメだな。熱源のことしか考慮していないからね。まあ低温で何度か壊滅させてるから、意識がそっちに向くのはわかる気はする。おお、5安くない。捨てすぎでした。戻しておきます。今日の学び。施設は高度が高すぎると建築できない。ロケットの仮組みをしてみようとしたんですけど、高度制限に引っかかったみたいです。これは表層を掘り下げろってことになんのかしらね？必要ならそうなんじゃないの？受付の上に構築してるのがそもそもの間違いなのでは？サンドだから良いかなと思いました。移動時間も考えて、ロケットの仮組みは右側のギリギリに設置してみます。付属設備なんかの実験もしたいし、ちょうど良いんじゃないかね？あまり既存の施設に頼りきりで作ると良くないからね。何が必要かを見極めるのも目的の一つだしな。仮組みしてみた。蒸気も適当に詰め込んでみます。しかしサンド環境でロケットを飛ばせる人員っていたっけ？あ、やばいいないかもしれん。まあ飛ばせるところまで持っていけたらよしとしましょうか。しかしエンジンの下の空間、うまいこと注水できそうだな。もしもスキルの獲得が間に合って、飛ばせそうなら実験してみましょう。蒸気はそのまま宇宙にぽいだな。1周年までには飛ばしたいところだけども。間に合うかな？今から負けばいけるかも。まあ頑張ってはみますけどね。負けフラグっぽい発言できた。ロケットの支援設備を構築してみた。太陽光発電の初期電源はハムスターで回してみます。この組み合わせは初めての試みだけどなかなか良いっぽい。わざわざ石炭を運ぶ手間を考えると非常に良いアイデアかもね。表層まで石炭を運ぶくらいならここでランニングしてもらった方が良いもんな。運搬キャンセルも発生しないし、自然保護区なんかがつくとなお良いけども。ロードを利用すればいけるかな？あとは冷却か、次回までにサンドで2段階冷却を試したいな。サンドの空間も手狭になってきたわね。もう一つサンドのコロニーを作っても良いかもしれん。あるいはセーブデータを派生させて不要な設備を全部壊すとか。なるほど、せっかく200サイクル近くまで進めたし、その案でいこうか。サンドでスキルもつけられたら良いのに。ないっけ？ないでしょさすがに。皆さん、あったら笑うところですよ。さて、ここらで電源のお話を。現在、困っているのが初期電力です。天然ガスでも蒸気タービンでも必ず初期電力が必要ですよね。初期電力がいらないのはハムスターと石炭くらいかしらね。太陽光はシェルターの開閉があるからダメ。薪ストーブもエタノールの精錬がいるのでダメ。こうなるともう、初期電力はハムスターしかないのでは？一応、蒸気タービンは初期電源が不要かも。そういえばそうかも。ロケット打ち上げの排熱や、強度をうまく使えばいけるかな？過去の動画でもお分かりでしょうけど、この問題に常に足元を救われてます。うまいバランスになってると思うわ、マジで。万能選手がいないもんな。電気に動物を利用するという課題をもらってるから、まだまだテクは埋まってるはずなんだけどね。マイクロウェーブの受発信とかできないもんかね。作業区でハムスターを回して電力を無線で飛ばすってか。そう。それこそチートでしょう。無線で電力を送りたい。モバイルバッテリーでもあればできるでしょうけど。ソーラーパネルってバグ族で発電しないかね？しない、んじゃないの？試してみよう。やれやれ、やることは増える一方ね。よし、作ってみた。物好きね何でもやってみようの精神。その心意気は買うけども、あとはバグ族を生成して、発電した？嘘だろおい。日本語まとめウィキにも太陽光のみって書いてるのに。やっちまったかこれ？大丈夫みたい。アドバンセドノート様が社員バグ発電を記事にしてる。驚いた。メジャーなテクらしいわ。記事は次回までに読み込んでおきます。心臓に悪いわ。驚いたところで今回はそろそろ締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。